こんにちは、たかしです。本日は2月25日土曜日、週末ですので、来週27日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは冷やしからです。現在冷やし、金曜日は陽線で終えてきてます。ここのところですけれども、ずっと上昇をしてきているんですね。上昇して日本陰線、上昇して日本陰線。ですので、ここからは上昇しやすくなってくるとは思うんです。で、GMMA の青帯の上に乗せてきて、今そこでサポートされて上昇してきたような感じには見えますので、一旦は次のターゲットですね。まずは直近の高値、そしてこの上のこの白いラインです。163.954。これがフィボナッチリトレースメント。ここです。この高値、169.273 から直近の最安値ですね、155.350 に引いたものになりますが、その 61.8% の白ラインを目指して現在は上昇中です。ここを超えてくると次のターゲットはこの辺ですね。その上のグレーのライン 78.6% の 166.293。ただし現在ストキャスティクスがデッドクロスしてきてますので、それがちょっと気になるんですね。で、今上昇はしてきてますが、ストキャスティクスがデッドクロスしてますので、上値が重い。結果的に金曜日は上昇しましたが、やはりなかなか上げ渋っていたなという今週はそんな印象を受けますので、やはりストキャスティクスのこの過熱感が解消するまではなかなか上げ渋るんじゃないのかなという印象を持ってます。チャートを見ていると基本的には上昇していくとは思いますが、あまりその上昇の仕方が気持ちよく上げられないんじゃないかなという、そういう印象を持ってますね。今は少しそこに迷いがあるところですので、基本的には上昇するとは思いますが、しっかり下がったところを拾っていかないとなかなか上昇が伸びないなという、そういうことにもなってきますので、下がったところから拾っていくというスタンスをやるのが良さそうです。では4時間足です。4時間足はオレンジの平行チャンネルの中で動いてます。一旦上抜けたんですが、そこから一度戻されてきて、今度4時間足の GMMA にサポートされて現在上昇中です。で、先ほど冷やしても言いましたが、一旦はこの直近の高値 163.7 付近を上抜けられるかどうかというところに注目ですね。ただし、冷やしの GMMA は今上抜けてはきましたけれども、サポートもされているようには見えるんですが、まだ反転していないんです。ですので、もうしばらくこの辺付近で揉み合う可能性。だから164円を超えてどんどん上昇していくというイメージではなく、現時点では現在地、金曜日の安値から 163.7 付近、この辺でのレンジっていうのを想定しておくのがいいかもしれません。ただし基本的には4時間足の GMMA は上を向いてますので、いずれ上抜けてはいくとは思いますが、大きめの戻しですね。ここからどんどん上昇していくと思ってると、一旦はこの辺、紫のラインぐらいまで押しをつける可能性もありますので、その辺は注意。4時間足ストキャスティクスは高値圏ですね。そして日足のストキャスティクスもデッドクロスしてきてますので、一旦の下落を見ておきたいところですね。そして下落してきて再び4時間足の GMMA でサポートされるようですと、そこからの再び上昇なんですけれども、次下抜けてくると、一旦この平行チャンネルのセンターラインぐらいまでは戻してくる可能性がありますので、現在では 160.5 ぐらいまで下げてくる可能性も考えておいた方がいいかもしれません。まずはここ1時間足で小さく下落トレンドを作っているんですね。この最高値から昨日の下落のところまで小さく下落トレンドを作ってますので、今その戻り高値を上抜けてきてますので、そこからの調整の下落を待ってからの次の上昇に一旦は乗っていく。そして最高値を超えられなければ 163.7 付近を明確に上抜けられなければ、そこでのダブルトップでの一旦の下落を見ておく。そんな感じのイメージを持っておくのがいいかもしれません。では1時間足です。1時間足ではエリオット波動、この黄色のエリオット波動をイメージしてました。そこからの修正波が A、B、C となって、それが金曜日、昨日でこの C が終わって、そこからの次、今新しい波に入っていると考えてます。金曜日はドル円の強い上昇に引っ張られて上昇してきました。そして直近の戻り高値ですね、この黄色丸を上抜けてきてますので、基本的には今この小さな下落トレンド、21日からのこの下落のこの流れを今止めた形、そして次は GMMA にサポートされるところぐらいまで下がってくれば、そこからの上昇を狙いたいという感じですね。そして今、日足4時間のストキャスティクスは高値圏と言いました。そして1時間足も高値圏にありますので、週明けここからの上昇を期待するのではなく、一度1時間足のストキャスティクスがある程度下がってくるところ、できれば安値圏まで下がってきてほしいんですが、そのくらいのところまで下げてくるのを待って、それに伴ってチャートも下げますので、
そこが次 GMMA とサポートされるのであれば、そこからの次の上昇に乗っていくという考え方をするのがいいと思います。もしこのまま下げずに上昇していった場合は、次はこの高値ですね、163.7 付近でのダブルトップを狙っての次の売りを検討していくのもありだと思いますが、基本的には今日足でも上昇しそうな雰囲気ではありますので、上抜けには注意。ただ日足でも言いましたが、直近の最高値、そして金曜日の安値付近でのレンジになる可能性も考えておきたいので、どんどん高値を更新していくというイメージでは今のところありませんので、もし高値を更新していった場合でも、上髭で戻される可能性も考慮してトレードしていくのがいいと思います。まずは一旦の押しを待つことが大切ですので、その辺を考慮して月曜日以降やっていくのがいいんじゃないでしょうか。現時点では黄色丸の直近の戻り高値を超えてますので、一旦の下落を待つ。そして次 GMMA にサポートされてからの次の上昇を狙っていく。それが直近の高値を超えられるかどうかですね。超えていった場合はそのまま流れについていってもいいと思いますが、いずれ日足単位での大きな調整をつけてきますので、どんどん上昇していくというよりは、どこかで4時間日足の大きな調整が入ると思いながらトレードしていくのがいいと思います。そしてもしこの紫のライン、これが1時間足の目線切り替えポイントと考えているんですが、ここを下抜けてきた場合は一旦は様子見ですね。ここから打っていくではなく様子見がいいと思います。この紫のラインから4時間足でお話ししましたオレンジの平行チャンネルのセンターラインですね。その辺までの間っていうのは4時間足単位での押し目買いが入ってくる場所にはなってきます。ただし1時間足では目線は下になるんですが、まだ4時間足での押し目買いが入ってくる可能性がありますので、4時間足で言ってましたオレンジの平行チャンネルのセンターラインを明確に下抜けたら、そこからは売りでついていっていいと思いますが、紫のラインを下抜けても平行チャンネルのセンターラインを下抜けるまではそこは一旦様子見、そこから反発上昇が入るのであればそこからの上昇を狙うのもありだと思いますが、そのあたりは分かりにくい動きをすると考えますので注意が必要です。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら応援をお願いします。皆さんの応援がより多くの初心者の方へこの動画をお届けすることにつながります。そして最後にお知らせです。YouTube のメンバーシップでは初心者の方向けの丁寧な解説動画を毎週1本更新しています。トレードの基礎が学べるメンバーシップにご興味があれば一度お試しください。それから初心者ではないけど安定して勝てないという方はポストプライムでのプライム会員をお勧めしています。こちらは2週間の無料期間がありますので、その期間をご利用いただき自分に合うかどうかを検証していただくのがいいと思います。まずは行動しないと何も変わりませんので、無料期間を上手にご活用ください。詳細は概要欄にあります。また iPhone や iPad の YouTube アプリにはメンバーシップボタンが表示されない場合がありますので、Safari などのブラウザーから YouTube にログインしてからお申し込みをお願いします。それでは今週もトレードお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。インジケーターの使い方解説ブログを書きました。GMMA、ストキャスティクス、MACD の使い方について詳しく書いてます。まずは一度目を通してみてください。きっとスキルアップのお役に立てると思います。インジケーターは何気なく表示させるのではなく、理解して使いこなすことが大切です。また、インジケーターを使ったエントリー手法のテキスト販売を始めました。こちらは初心者から中級者向けですが、初心者の方向けの初級編もご用意しています。勝つための聖杯なんてありません。だからこそ地味にコツコツとスキルを積み上げていくものです。このテキストはそんな方のお力になれると信じています。せっかく FX を始めたのですから、明るい未来を夢見て頑張りましょう。